はじめまして、初の動画投稿になります。バンドメイド10thアニバーサリーツアー関西シリーズ3公演に帰宅してきましたので、その模様をお伝えしつつ、バンドメイドについての極めて個人的な思いをつぶやいていきたいと思います。なぜ YouTube に動画を上げようと思ったのかとかは、いずれどこかで話したいと思いますが、まずはお給仕の個人的感想を話していきたいと思います。初日は2023年4月21日の神戸ハーバースタジオです。少し悩んで、ちょっと車で行ったのですが正解でした。なんか電車が事故とかでめちゃくちゃ遅れていて大変だったみたいです。物販は1時間半前くらいから並び始めてまして、最終的には50メートルくらいの列だったように思います。屋外だったのですが、この日は風がものすごく強くて、スタッフの方も大変そうでした。いろいろなものが風で飛ばされてましたね。で、一旦物販購入しまして、駐車場に駐車していた車に戻って、購入したご当地 T シャツに着替えました。で、いよいよお給仕に向けての解除待ちです。横を通る一般の方たちが、大体は何この人たちって感じで見ていくのですが、一回だけ女の子の集団で、あ、バンドメイドって言ってたような気が、言ってなかったかもですが、はい。それでいよいよ入場です。私のチケットは128番でしたので、会場に入ると当然すでに前列が埋まってまして、試しにその後ろに立ってみたんですが、ほぼ何も見えない状況でした。そこで後方の2メートルくらいが10センチほど高い段になっていて、あ、ここだと思って、その段の最前列の真ん中からやや明朝寄りの位置を確保しました。結果的にはこれが正解で、今回少し発生した圧縮にも巻き込まれず、まあまあ全員が上半身は見えるという感じでした。ちょっと感心したのが、背の高い外人さんたちが遠慮してなのか、結構横の方に陣取って邪魔にならないようにされていたところです。あと珍しいなと思ったのが、お嬢様エリアが2階だったことです。いつもは最前列だったですよね。でも小さい箱なので、2階からでもよく見える感じでしたし、圧縮考えると正解かもと思いました。お給仕は19時定刻ぴったりに始まりました。バンドメイドのお給仕は基本定刻始まりが嬉しいですよね。いつものオープニング SE からミサさんが静かに入ってきて、あーちゃんがいつも通り段に登って男前挨拶。次は小鳩さんで次が明朝。最後にサイちゃんが入ってきて会場は騒然とします。そこでいきなりドミネーションです。明朝のギターが鳴るとうおーって歓声とともに、ここで少し圧縮が起きて、後方の段の上にいる私の前に1メートルほど隙間ができました。気持ちはわかるんですけど、気をつけないとですよね。でもいきなりの盛り上がりで、みんな全力でハローハローってめっちゃ声出てました。なので、サイちゃんも満足そうでしたね。続けてブラックホールです。もう2曲目で最高潮に上り詰めます。次のスクリーミングのイントロが始まった時は地鳴りみたいな歓声が起きて、次のディファレントでもう私の体力はすでに終わりに近づきますが、ここで最初の MC になりました。いきなりサイちゃんが喋り始めたので、みんなもおって感じでしたが、この日はサイちゃんの喋りが絶好調で、すごくリラックスしていって、のびのび楽しく喋ってた感じで、こっちもすごく楽しく MC 聞けましたね。この最初の4曲はあーちゃんの選曲らしく、2ビートの曲を集めたらしいですね。で、めちゃくちゃ疲れたと言ってました。自分で自分を追い込むタイプなんですね。最初の MC なので、小鳩さんのようこそバンドメイドのお給仕へで次のセクションに入ります。センスで始まりましたが、サイちゃんが神々しい感じでめっちゃ高音部まで綺麗に声が出てました。それで次がなんとジレンマです。結構珍しいですよね。ボーカルと絡むベースライン堪能しました。次はモラトリアム。イントロでまた完成です。このシンガロングで声の方も早くも限界に近づきます。曲終わりでサイちゃんがはけたので、
何か来るかなと思っていたら、私がドラムフレーズが一番好きなロッキンミーでした。もうこのドドドドドドって3連のドラムフレーズだけで飯何杯でもいけます。ここでもヘイヘイってすごく盛り上がりました。で、From Now On です。私の位置からはミンチョがほぼ鼻より上くらいしか見えない感じだったのですが、ミンチョが結構前に来て演奏してくれることもあったので、その時はよく見えました。なんかいつにも増してこの日はミンチョがめっちゃ綺麗というか美しく見えましたね。ここで2回目の MC になりましたが、またサイちゃん始まりです。主にあーちゃんいじりでしたが、あーちゃんがまたいい女計画が進んだのかめちゃくちゃ可愛かったです。MC 終わりでアローンです。もう体力も声も限界です。続けてチューズミーでしたが、フリーダムの演奏でも感じることなんですが、定番曲になってきて熟練した余裕を感じるパフォーマンスでした。次はワンダーランドでした。じっくり聴けて限界となった体力が少し回復できた感じです。さらに次がミラージュでしたが、これもなかなか生で聴けないですよね。で、3回目の MC です。ここでサイちゃんがバンドメイドのファンの方の SNS での書き込みって笑いのセンスが高いみたいなことを言っていて、小鳩さんが結構エゴさせてますって言ってました。タグ付けしてつぶやいたら見てもらえてるらしいです。ありがたいですよね。皆さんどんどんつぶやきましょう。で、体力と声が回復したところでワーニングです。再盛り上がりでみんなのボルテージは駆け上がった感じでした。それで次がなんと養老です。これ生で聴けるって超貴重じゃないですかね。まさかやってくれるとはって感じです。次からが少し落ち着きタイムですね。まずはデイドリーミング。サイちゃんのボーカル、小鳩さんのコーラス、ミンチョのリフとソロ、ミサさんの綺麗なベースライン、あーちゃんが作る曲にメリハリをつける構成、完璧でした。曲終わりで小鳩さんがアコギに持ち替えたのでメモラブルかなと思ったら、なんとアネモネ。後で小鳩さんかサイちゃんが言ってたのですが、アコースティックバージョンでない普通のアネモネやるのはいつぶりか記憶にないことだとか。なんでも瀬戸り考えるときにいつも候補に上がるらしくて、メンバーとしてもやりたい曲らしいです。でも構成的にやっぱり今回はパスかって感じで、どんどん次へとなって、やっと今回入れられたらしいです。これ聞くと、あ、今日のバンドメイド日本もう終わりかって思っていたのを思い出してしまいます。次はメモラブルです。これはサイちゃんの歌のうまさがめちゃくちゃ際立ちました。最新曲だけあって、やればやるほど良くなっていく感じですよね。次が最後の MC です。ここもサイちゃんと小鳩さんの掛け合いからお待ちかねのおまじないタイムになります。最高の盛り上がりでした。今日はズッキュンバッキュンドッキュンの後は神戸ビーフでした。東京ガーデンシアターのピョンほどの破壊力はなかったのか、そのままジャーンって最後のセクションに入りましたね。小鳩さん楽しんでます。最後のセクションですが、アンリッシュ始まりでした。ダンダンディディダンダンってめっちゃ大声で言いたいのに、何かうまく声出せないもどかしさがあります。わかりますかね？ウォーとか言えるんですけどね。それで次がなんと You です。めちゃくちゃ好きな曲なんですが、多分もう給仕で聴くのは無理かなと勝手に思っていたので、もうびっくりして感激で涙出そうでした。最後の力を振り絞って、おー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 って歌いましたね。で、最後の力を振り絞ったのに、次はノーゴッドです。みんなジャンプですよね。特に前列の人たちのノリがめちゃくちゃ良くて、すごいジャンプしてる人いました。もうノーゴッドはお給仕での定番になってるので、いつでも行けるように体と心の準備していないと思いました。で、次がエンドレスストーリーです。US ツアーシカゴ公演の時のあーちゃんの泣きながらの演奏のファン感もありましたが、あれが思い出されましたね。
ちょうど体力限界だったので助かりましたが、その分みんなのシンガロングがひときわ大きかったような気がします。で、鳥がインフルエンサーでした。この曲もめちゃくちゃ好きなので、最後完全に燃え尽きて、メイドさんたちを見送ることができました。はい。少し長くなってしまいましたが、以上がテンスアニバーサリーツアー神戸ハーバースタジオお給仕の個人的感想でした。とにかく最高のお給仕でした。次は京都です。それではまた次回。